こんなところで勝手にいなくならないでよ。アクア。あれ、ここは。おや、目が覚めたのか。ただの気絶だったのかな。じゃやっとどうだ。俺元の世界に戻ったのか。何のことかね。事故のショックで記憶が混乱しているのかな。あ、いや、人間か。誰。僕は医者だよ。君が車にはねられたから君の友達がここに連れてきたんだ。それよりちょっと服をまくって怪我の具合を見せてくれるかな。はい。傷は残ってないようだね。内臓もどうやら無事のようだ。車にはねられはしたけど当たりどころが良かったんだろうね。ただの気絶で済んだようだよ。これならもう退院しても大丈夫だね。本当ですか。よかった。あいつらに早くあのことを伝えないと。ありがとうございました、カエルの医者さん。それじゃあ失礼します。ここに来た時は間違いなく心臓が止まっていたと思うんだがね。あれは仮死状態だったのかな。いや、もしかすると忍び込んできたあの青い子の仕業かな。あっという間に回復するとは。つまりこの世界にカズマたちの世界から来た何かがある。それを回収しないとまずいってことだな。他の世界から構成要素が流れ込んでくる。はっきり言って一大事なんだよ。ただ今のところその何かが分かってないから情報集めを続ける感じになると思うけど。そうだ、少しは進展した部分もあるぞ。ミサカたちが遭遇した怪しい連中、アクシズ教のこととかな。は？アクシズ教？やっぱり知ってるのか。カズマたちの世界の宗教なんだろ。俺たちの世界っていうか。お役はどういう。知らないわ。私は何にも知らないわよ。そうよ、きっと私の意向が知らないうちにこの世界にも鳴り響いていたのね。さすが私だわ。ああ、そういえばミサカもアクアから勧誘を受けたって。あとこのビラを入手したんだけどさ。美しき女神アクアの加護のもと全てを許し幸せになろうか。アクア！ごめんなさい。しょうがなかったのよ。気がついたら一人だし、私だって不安だったんだから。分かったよ。とりあえずさっさとそいつらを解散させに行くぞ。まったく、なんですのこの連中は。全く会話が通じないのですけれど。お嬢さん、僕と一緒にお茶しませんか。ついでにこちらの入信書にサインを。アクシズ教に入信すれば幸せが約束されるのです。さあ、あなたも入信を。わかった。とりあえず全員気絶させれば OK？ 待ってください、ミサカさん。それは最後の手段っていうか。急に呼び出されたと思ったら、これじゃ収拾がつきませんよ。あはは、手伝いに来てはみたけど、これはひどいね。でもこれは都市伝説の匂いがするよ。他にもきっと何かが起きてるはず。検索っと。何これ、空飛ぶキャベツ。起きてってば。で、ミサカは慌てて起床を促してみる。うわ、こ
この人ちゃんと目を開けたのに二度寝したよってミサカは驚きつつも騒いでみたり。うるせえ、なんだってんだ。こっちは昼寝中だってのに。さっきすごいことがあったんだよってミサカは大事件の驚きを的確に伝えてみたり。すごいことだ。どうせ大したことじゃねえだろ。なんとキャベツが空を飛んでいたんだよってミサカは驚愕の事実を伝えてみる。はあ、キャベツが空を飛んでいたってなわけあるか。なんだ、お前も昼寝でもしてたのか。本当だよ、本当にこの目で見たのってミサカは真実を一層主張してみたり。寝言は寝てる間だけにしとけ。なあこれっぽっちも信じてないってミサカはド発天をついてみる。寝た話の途中で相手が怒ってるのにムギギギギギ。もうこうなったら証拠を取ってくるしかないってミサカは知的な結論に至ってみる。ミサカの言うことを信じないんだもんってミサカは憤慨を愚痴として伝えてみる。しかし通常の感覚ならばそのような奇妙な現象は容易に受け入れがたいでしょうとミサカはクールに返します。だったらこっちも全力で証拠を突きつけるってミサカは決心を新たにしてみたり。ネットワークから得られた情報によるとどうやら他にも目撃者がいるようですとミサカは淡々と伝えます。さらに目撃情報の多い地区を特定したことをミサカは丁寧に付け加えます。やったー、じゃあ早速行ってみようってミサカは期待に胸を弾ませてみる。まったく厄介事を増やしてくれやがって。いいか、捕まえたアクシズ教徒どもはお前が何とかするんだぞ。わかってるわよ。信徒を導くのは女神の役目ですもの。でもなるべく穏便にできないかしら。ミサカの話じゃ相当厄介らしいからな。今はあいつらで頑張って抑えてるらしいけど、あいつが切れて暴れ出したら手をつけられないから、その前にうまく解散できないと。あれ、どうした上条。いや、こんなところにこんな店あったかなって。どうしたカズマ、アクア。これって間違いないわよね。ああ、どう見てもウィズの魔法具店だ。いらっしゃいませ。カズマさん。おお、やっぱりウィズか。よかった。ご無事で本当によかった。おいおい、どうしたんだよ。だって私の店の道具のせいでこんなことに。詳しく話を聞こうか。ええ覚えてないんですか？このスバー。ということでアクア様が仕入れたばかりの謎の箱をこじ開けてしまったんです。そうしたらお店ごとここに転移してしまって、気がついたら謎の箱もなくなっていました。お前が原因じゃねえか。そんな濡れ衣よ。私そんなことさっぱり覚えていないもの。カズマたちだってそうでしょ。全員がそのことをきれいに忘れるなんてあるはずないじゃない。きっとウィズの作り話よ。ここへ来て魔王軍幹部の本性を表したわね。これでも食らいなさい。ターンアンデッド。やめてください、アクア様。消えちゃいます。おい、やめろアクア。ウィズ、大丈夫か？
ありがとうございます、カズマさん。どうして止めるのよ、カズマ。こんな出任せを信じるの？いや、もう限りなく今の話が真相だと思うんだが。けど確かに、どうして俺たちはそんな大事なことを忘れちまったんだ？異世界を移動したショックでとかじゃないのか？それだとウィズが記憶を失ってないことに説明がつかないしな。ここの売り物に魔力を感じるんだよ。霊装とは違うみたいだけど。これは。インデックスどうした？なんだそのハリセン。ちょっと待って。これはトーマが触ると。持っただけで壊れた。それ、なんだか魔力を感じたんだよ。何の魔法かまではわからないけど。すみません、店のものを。ああ、それは呪いのハリセンですね。構いませんよ。まだたくさんありますから。呪いのハリセン？何なんだその物騒な名前の道具は。このハリセンは気合とともに叩くことで相手の雑念を消し飛ばしてくれるというすごい魔道具なんです。ですがその効果が強すぎて雑念と一緒にやる気とか一番気にしてることの記憶が抜け落ちてしまうんです。バニルさんからはそんな呪いみたいなハリセンは処分しろって言われたのですが、もったいないのでこっそり保管していたんです。とりあえず俺たちに記憶がない理由は分かった。移動中にそのハリセンが頭に当たったんだな。で今回の犯人はやっぱりお前に間違いないな。アクア、待って、記憶を失った理由は分かったけど、私が原因という証拠はないわよ。いよいよ追い詰められた犯人みたいになってきたな。もう一回ハリセンでぶったたいてみるか。案外記憶が戻ってくるんじゃないか。やめてやめて、ごめんなさいごめんなさい。ウィズ、とりあえずこの店は営業停止だ。俺たちの世界の道具を広めたらまずいからな。はい、わかりました。ですがユンユンさんが出稼ぎのために移動販売に行ってしまいました。なんでだよ。せっかくなのでここで商売をしたらどうかと言ったらユンユンさんがやけに乗り気で。アクシズ京都の増殖にユンユンの失踪、それに元凶の箱も紛失。なんでこんなに問題山積みなんだよ。大丈夫大丈夫、こんなのいつものことじゃない。きっとなんとかなるわ。ならんわ。つうか問題の元凶も拡散も大体お前のせいじゃねえか。このそ事件の真相も分かってきたし、とりあえず美坂に連絡するか。というわけでさ、とりあえず一度みんなで集まって作戦を練ろうかなって。呪いのハリセンね。ねえ、それでアクシズ教の人たちを叩けば元に戻るんじゃない？この辺りかなって、美坂はキョロキョロしながら訪ねてみる。最新の観測情報と移動傾向からすると、この近辺での発見確率が高いでしょうと美坂は分析します。だったら絶対見つけてみせるって、目を皿のようにして観察して。あれ、見たって美坂は激しく同意を求めたり。間違いなくキャベツが空を飛んでいましたと美坂は驚きながら返答します。やっぱり目の錯覚じゃなかったって美坂は隠しきれない喜びを表現してみる。では捕獲して証拠としましょうと美坂は落ち着いて狙いを定めます。
空飛ぶキャベツ確保しました。おっしゃー、これであの人をギャフンと言わせられるって三坂は勝利を確信してみる。ところでそれ以外にも一つ発見があったことを美坂は真面目に報告します。これはなんだか妙な感じがするって、三坂は第六感を発揮してみたり。謎の箱ですと美坂は見たままを淡々と伝えます。キャベツが持ってたのかなって三坂は適当にいじってみたり。キャベツがたくさん出てきたよ。離れてくださいと美坂は迂闊な行動をとる上司をたしなめるように伝えます。どんどん出てくるよって三坂は慌ててみたり。この数はいささか危険です。撤退しましょうと美坂は箱に触ったことは責めずに適切な提案をします。一匹一匹焼いて落としても全く意に介さないキャベツに美坂はいささかうんざりだと伝えます。焼けたキャベツの匂いがちょっと美味しそうに思いながら三坂は数の恐怖におののいてみる。一つくらい味見してみますかと美坂は勇気ある提案をしてみます。それどころじゃないよって三坂は必死で逃走を続けてみる。どうかしたのって三坂は不安交じりに尋ねてみる。いえ、キャベツだけかと思っていたらレタスが混じっていましたと美坂は驚きを伝えます。どうでもいいんじゃないかなって三坂は全力で突っ込んでみる。キャベツとレタスは全くの別種であるため、これは犬と猫が群れをなすようなことと美坂は不思議さを強調します。行き止まり。攻撃に気を取られて先の地形を把握することを怠りましたと美坂は素直に認めます。ところであれってどうして襲ってくるんだろうって三坂は今更ながら疑問を呈してみる。今までに食われてきた仲間の恨みを晴らすためというのはどうでしょうと美坂はホラー調に推測します。食べられる。三坂は心底恐怖してみたり。まったく何やってんだ。助かったって三坂は心底あんたの表情を浮かべてみる。下がってろ。まったく何の冗談だこれ。食いもんが人間様を襲おうとするんじゃねえよ。みじん切りにでもなりやがれ。片付いたね。ったくとんだお料理教室だな。おい助かった、ありがとうって三坂は繰り返し感謝を伝えてみる。ありがとうございますと美坂は助力に対して素直にお礼を述べます。キャベツ刻んで礼を言われるなんざ料理屋だけで十分だろうが。それにしてもまったくわけのわからねえこともあるもんだな。怖かったけど信じてもらえてよかったって三坂は目的の達成を喜んでみたり。ああ気すんだがならとっとと帰るぜ。
聞きたいんだけど、この辺りで空飛ぶキャベツを見なかったかな。はあ、お前誰だ？私はクリス。そんな怖い目で見ないでよ。決して怪しいものじゃないよ。そのなりで怪しくねえだと？もう一度だけ聞いてやる。てめえは誰だ？危険なものを回収するために魔法使いに雇われた盗賊ってところかな。魔法使いね。いつからここはそんなファンタジー全開の世界になったんだ？なんだか知らねえが、危ねえもん野放しにすんじゃねえよ。しっかり管理しやがれ。あ、ちょっと待って、君何か知ってるんじゃ。空飛ぶキャベツならそこの角を曲がったところにいるよ。で、ミサカは場所を伝えてみたり。本当？あとね、変な箱を拾ったらキャベツに襲われたんだよ。で、ミサカは正直に伝えてみる。箱？その箱はこれだよ。はい。関係者っぽい人に厄介者を押し付けて、ミサカはそそくさとあの人の後を追いかけてみる。ちょっと。では失礼しますとミサカは早々に退散の意を示します。ねえ君たち。行っちゃったか。そこの曲がり角の先だっけ。これ全部キャベツの残骸。これだけのキャベツを退治するなんて。あの人は一体。